申し訳ない。先輩方、2062年から来た男だ。今日は質問に答えていこうと考えた。それでもし質問があるのであれば、動画の説明のところにウェブサイト、ウェブフォームのリンクを貼っているから、そこから頼むぞ。すべてに答えることはできないんだが、すべて一応目を通してはいる。早速、質問に答えるとする。では、最初の質問はこれだ。これは、やはり、気になるようだな。時空テロリストの目的。まず、そうだな。時空テロリストは、未来には、残念なことに、世界中に分布しているということだ。そして、時空テロリストにも、様々な時空テロリストが存在する。わかりやすく言えば、危険度が時空テロリストによっても違っているということ。例えばそうだな、数値で表せば、1から5まで5が一番危険だとか、危険度5の時空テロリスト、危険度1の時空テロリスト。それによって私たちの任務内容、時空警察の任務内容もカテゴリー分けされる。カテゴリー4だとか、カテゴリー5だとか、任務の重要性に分けられて捜査、そして捕獲を行っているということ。そして時空テロリストの目的もそれぞれ違っている。例えば金銭の獲得を目的とした時空テロリストだとか、宗教絡みの時空テロリストも存在するし、国家間絡みに関与している非常に危険な時空テロリストも存在しているし、個人的な恨みで単独活動をしている時空テロリストも存在する。よって時空テロリストの目的は様々だ。そして共通して言えることというのは、やはり歴史の改ざんだな。次の質問へ行くとする。次の質問はこれだ。なるほど。
これは非常に重要なことであると言っておく。現代2018年では人によってはどうであろうか、非常に軽視しているものもいれば重要視しているものもいて、かなりばらつきがあるのではなかろうかと考えている。割合的に言えば軽視しているものの方が非常に多いのではなかろうかと私は感じているんだが、未来でこういったエネルギーはどう考えられているのかなんだが、これは非常に重要視されているという言い方はおかしいかなというよりも、すべてのこれはちょっとトップシークレットに抵触するな。あまり深くここで言うことが許されないがために、少し濁して言うとするならば、そうだな。ここで書いている。例えば、引き寄せの法則というのを私も調べてはみたんだが、未来のエネルギーの視点と比較すると、大まかではあるんだが、間違ってはいないということははっきり言っておく。あとは自由にコントロールできるような未来まで待っていてくれ。そしてすべての根幹は意識とはっきり言っておく。次の質問へ行くとする。次の質問はこれだ。そうだな。今の時代の人というのは、私自身を知っていて直接接触を試みた人物というわけだな。接触を試みたものははっきり言うがいるんだが、残念なことに接触することはしていない。これには深い理由があってのことだ。そして会えるチャンスというのはあるとはっきり言っておこう。なぜならば、近い未来で先輩方と会っているという記録があるからだ。次の質問へ行くとする。次の質問はこれだ。まず、そうだな。時間のことを聞いているようだな。この方は夜型の人間ということで、現在に朝が苦手ということなんだが、これもはっきり言っておくんだが、未来というのは
まあこれも人によって違っているんだが、基本的に時間の概念というのが現代のものと考え方がまるで違うということだな。だから仕事であってもそう、生活パターンであってもそう、人によって時間のコントロール法というのがまるで違うということで、現代のような時間を基本とした生活ではなく、未来では人が時間を操る、コントロールすると考えてくれ。それが未来での時間の捉え方の基本ということだな。あとはスピリチュアルと宗教というのはどちらが支持されているかに関しても答えるとするならば、これもはっきり言っておくんだが、大半は中立だということだ。意味がわかるであろうか。要するにどちらかに偏ったものというのは割合的に非常に少なくなっているということだ。これにはしっかりとした理由があるということ。まあ簡潔にその理由を述べるとするならば、一つにとらわれない様々な考えを吸収する、いわゆる教義から講義になったと言えばわかるであろうか。まあこれもある木を境に全世界のものが考えを変えたと言っておこう。あと瞑想なんだが、瞑想は非常に重要だと言っておこう。しかしながらやり方でまるで違うとだけ言っておこう。次の質問へ行くとする。次の質問はこれだ。これは非常に危険な質問だ。第三次世界大戦なんだが、2021年、そして2022年に起きますかの問いに対して、ここではっきり答えるとするならば、第三次世界大戦は2021年、2022年に起きますかの問いに対して、はっきり答えるとするならば、第三次世界大戦は2021年、22年に、おー、き、ない。
第三次世界大戦は2021年、2022年には起きないと、はっきり言っておくんだが、これは完全に時空法に抵触するから、何年に起きるということをここで言うことは許されない。申し訳ない。次の質問へ行くとする。次の質問はこれだ。まあ、これも気になるであろう。まあ、私どもの秘密アジトというのは、もうご存知の通り、世界中のありとあらゆる場所に点在している。もちろん、なくなる、すぐに消す、抹消するアジトもいれば、新しく作るアジトも存在する。その時の都合により場所を移動する時もあるということだ。そしてこれにアジトの有無に世界のリーダーというのは全く関与してないのかに関してはっきり答えるとするならば、関与していると言っておく。そしてどういった機関と連携しているのか、関与しているのかなんだが、こればかりはトップシークレットだ。しかしそれでは気になるであろう。了解した。ヒントを一つだけ言うとするならば、1813とだけ言っておこうではないか。次の質問へ行く。次の質問はこれだ。私の場合、これは能力者によっていろいろ違っているであろう。私の場合はイメージの時もあれば、音から来ることもあるし、映像の時もある。それでもってなぜかわからないが、体、例えば腕なんかで掴み取る。表現が少し難しいな。感じ取る。あとは周りの環境から読み取ることもあるし、一番わかりやすいのは光の色だとかが見えてくる。それで映像、イメージというのがどんどん浮かび上がってくる。目の前に現れてくる。
それでもって音も聞こえてくる。これは、その音というのは実際に聞こえるのではなくて、頭の中で音が響いてくる。声だとかが響いてくる。まあだからその時の状況によって違ったりもするし、目を閉じれば浮かんでくる時もあるし、目を閉じなくても浮かんでくる時もあるし、さっきも言ったけど肌で感じ取ることもあるし、まあ様々なその情報というのが一つのやり方に偏らずに頭の中に飛び込んでくると言えばわかるであろうか。まあだからそのイメージの時もあれば映像の時もある。けれどもそれだけではないということだな。それでは今日はこの辺で終わるとする。まあ最初にも言ったんだが、もし何か質問なんかがあれば動画の質問、動画の説明のところにその質問フォームを貼っているから、そこからまあ送ってくれ。いいな。それでは今日は以上だ。